ちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、かっこかわいいイラストですよね。こちらはアミューズメントメディア総合学院の生徒さんの作品です。コメント。このイラストは学校の文化祭ポスターとして描きました。服の素材によるシワの違いと、目を引く配色をアドバイスをもらえたらなと思っております。少し勝ち気な男の子が輪投げに挑戦しているところをイメージしています。暖色を中心に温かい雰囲気を意識しました。うまくいかなかったところは、タンクトップの塗りがのっぺりしてしまい、薄い布に見えなくなってしまったところです。はい。ということでですね、まずですね、基礎的な画力がものすごく高い方だなと感心しました。このキャラクター、頭身低めのデフォルメなんですが、このバランスの中でね、うまく男性の節くれだったような感じ、筋とかね、こういうところもね、すごくきちっと拾いながら仕上げています。意外とこの頭身で人体的な特徴を強調すると、ちょっとね、気持ち悪い感じになりがちなんですが、作者さんは絶妙にバランスをコントロールして、いい感じにね、着地させているんですよ。これはね、相当画力が高くないとできないことなので、この一点だけとっても、作者さんが日頃どれだけ絵を楽しんで描いているのか、伺い知ることができます。素晴らしいです。で、今回はどこを添削していくかなんですが、一点ですね、このイラスト、致命的な弱点があるんです。それは何かっていうと、説明されないと何の絵だかわからないってことです。はい、僕ですね、作者さんの説明を聞いたら、あ、学校の文化祭で輪投げしてる絵なのねって分かったんですが、その説明を聞く前、パッとこのイラストを見た瞬間は、あ、銃とチャクラムで戦うキャラの絵なんだなって思ったんですよね。そこがまず説明なしで伝わってない時点で、実はこのイラスト、ちょっと言い方はきつくなっちゃうんですが、役目を果たせてない絵になっちゃうので、画力が高いからこそそこがもったいない。なのでこのイラストが文化祭のポスターとして役目を果たせるように伝わる絵にするための添削をしていこうと思います。これはですね、すごく大事な回になると思いますよ。ぜひぜひ最後までお付き合いください。まずね、一旦この男の子を右に寄せます。理由はね、後でわかると思うんですが、一旦移動しますね。はい。一応ですね、ある理由のために右側に移動しましたが、単純にレイアウトとしても、基本的にはキャラクターの後ろよりも前を大きく開けた方が、普通に見栄えのするレイアウトになると思います。で、今日の添削の核心に迫る前に、ご本人も気にされている服のシワの部分ですね。全然ね、うまく描けていると思うんですが、よりこうすると、シワはうまく描けます。はい。修正前はですね、横のシワだけが描かれているような状態でしたが、この縦方向の引っ張りじわですね。これも意識すると、さらに服のシワはうまく描けると思います。あ、でもですね、服のシワってみんな気にするんですが、別にそこまでイラストにとって重要な項目でもないので、あまりそこだけを気にしすぎることは必要ないと思いますね。それよりも全然大事なことはたくさんあります。今からお伝えする今日のテーマも、その大事なことの一つです。でね、ここから文化祭だということを伝わりやすくしていこうと思うんですが、最初に何をするのかっていうと、輪投げがね、意外と言われないと、輪投げに見えていないので、そこをまずは改善してみましょうか。はい。輪投げってですね、1回だけじゃなくて、3回とか5回とかやるものだと思うので、持たせる縄を増やしたのと、あとちょっとね、ごつめの縄だったので、見ようによっては武器にも見えてしまっていたので、カラフルな重りをつけて、おもちゃっぽくしてみました。でね、これが輪投げに見えても、実はまだ問題があるんですよ。だってこれだと、文化祭の絵じゃなくて、輪投げの絵になっちゃうじゃないですか。そうなんです。このキャラ、輪投げだけを頑張っている人に見えてもダメなんですよね。文化祭を頑張っている人に見えないと、文化祭のポスターとしてはちょっと伝わりづらい感じになってしまうんですよね。なので文化祭要素をここからさらに足していこうと思います。文化祭といえば、例えばこうですかね。
はい。何の当たりでしょうか？もう分かったと思います。続き書いていきますね。はい。ギターですね。ストラップの柄もついでに書き込んでいきましょう。祭りってことでね、和柄のストラップにしても感じが出ていいかもしれません。はい。文化祭。クラスごと、サークルごとに、いろいろな催し物をしていますよね。その中には、バンド活動をしている人もいると思います。きっとね、この子は、クラスでは輪投げの店をしていて、所属サークルではバンドのギター担当なんでしょうね。いやー、頑張りますね。ただね、まだです。まだ中途半端。ここまで頑張る彼ですから、やっぱりね、運営にも携わっているでしょう。ってことで、こうします。はい。ポスターを書くための F で、あとはメモ書きのためのボールペンを耳にね、挟んでみました。ちょっと興味ね、耳のところにボールペン挟むって、競馬場のおっさんもやらないんじゃないかと思うんですが、こういうのはね、わざとらしさが重要です。模擬店にバンドに運営に、もうてんやわんやになっている感じをわざとらしく、ちょっとギャグっぽく足してみましょう。まだ右手がお留守ですね。この彼、まだ何かやりたそうにしているので、さらにこんなものを持たせてみましょうか。やってみます。はい。たこ焼きですね。もうね、模擬店1個だけじゃ暇だと。たこ焼きも焼かせろっていうことで、もう絶対全部こなせないと思うんですが、たこ焼きとそのお店のトレードマーク、ねじり鉢巻きを追加しました。もうね、やりすぎって思うかもしれませんが、いやー、もう1個ぐらいいけるかな。こうです。はい。映像研究会のカチンコ。彼が頑張る様子をドキュメンタリーにして文化祭で流したいってね、英検から依頼が来たんでしょうね。テイクワン、アクションってね、あの時に鳴らすカチンコを追加しました。あとですね、こういうカチンコとかに書き込む文字って、イラストとしては内容は伝わってほしくないんだけど、何か書かないとそれっぽくないっていうことがあるじゃないですか。ここですね、ここ。そういう謎文字を書くときにはコツがあります。まずはですね、こんな風に適当に直線を書きます。そしたら1文字幅にこんな風に区切りを入れていきますね。はい。はい、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 はい。こんな感じですね。こんな感じで適当で大丈夫です。そしたらこの四角にですね、これも適当にこんな風にね、区切りをちょっとずつ入れていくだけ。はい、そうするだけで、ほらほら、ただの直線だったものが、なんか、文字に見えてきましたよね。はい、ちょっと引いてみますね。こうすると、何が書いてあるかわかんないんだけど、なんか文字に見えます。これでね、お手軽に謎文字って書けますので、参考にしてみてください。はい、ってことでね、いろいろ彼には頑張ってもらって、学校祭でものすごく頑張っている人っていう感じが出たと思います。で、彼は運営で、口に絵筆を加えてまでポスター制作を担当してますので、このポスター自体も彼が作った感じにしちゃいましょうか。
はい、添削前は黒いデザインフレームだったんですが、背景を青い枠にしてみました。なぜ青かっていうと、彼が青い絵の具をつけた絵筆を加えているからですね。この色とね、背景の色一緒にしたいんですよ。彼が描いているわけですから。こうすれば彼が描いたっていうのがわかるので、気づいた人はより楽しめる工夫です。はい。でね、キャラを右に寄せたので、前の部分が空いています。ここに必要な情報を入れていきましょう。はい。文化祭のタイトルと日時。仮でね、文化祭って入れましたが、独自の名前があればそれにアレンジするのもいいでしょう。で、彼が作ったポスターっていうのを強調したいので、あえてこういうことをしてみましょう。はい。プロがやったらこうはならないだろうっていう、下書きが残っていたり、不完全な部分をあえて見せるデザインにしました。このね、添削前にあったこの感じも、この部分にね、取り入れてみました。これね、祭りっぽく市松模様を描こうとして、途中で嫌になっちゃったんでしょうね。でもね、途中でやめたおかげで、少しね、おしゃれな感じになって、これはこれでよしとしましょう。あと途中といえば、さらにこんな感じにしてもいいですね。はい。祭りっていう文字の一部分を未完成で書き途中な感じに変更しました。これね、よく見るとはみ出しとか書き損じもありますよね。こんな感じ。やっぱりね、こんなにいっぱい仕事を抱えちゃったら、全部中途半端になっちゃうのは必然。お前、だから言ったじゃん。そこまで仕事抱えんなよって。そんな風にね、友達から注意された彼なんですが、学生ですから、そんなのもいい思い出なんです。うおー、全部頑張る。もうね、思い込んだら彼は止まりません。全部やらなきゃ収まりがつかない。はい。いいですね。青春ですね。文化祭感出てきたんじゃないでしょうか。このね、祭りの字を書き途中にしたのは、最後は運営だけじゃなく、お客さんと一緒に作り上げるっていう意味も含められるので、そういう意味でもいいかもしれませんね。最後に彼の担当じゃなくても、いろいろなね、模擬店がありますから、いろいろあるよっていう楽しい雰囲気もシルエットで表現してあげるといいですね。はい。多分ですね、この添削前の茶色いシルエット、これもね、そういう意図で配置したと思うので、これをそのままレイアウトしていきます。はい、こんな感じですね。ちょっと1点だけ注意なのは、このですね、銃のシルエット。多分、射的のお店の存在を表していると思うんですが、シルエットにするとね、普通のリアルな銃に見えてしまうので、それもあってお祭りのポスターに見えなかったっていうのもあります。なので、もし入れる場合には、こんな風に、おもちゃの銃のシルエットだって、パッと見てわかるようにするのもテクニックの一つですね。で、仕上げにこう。はい。めっちゃ頑張っている彼の飛び散る汗。ホワイトを飛ばして添削完了です。並べて見比べてみましょう。はい。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？キャラクター自体はね、もともと上手かったんですが、絵の目的、文化祭のポスターっていうことが、こっちの方が分かりやすいですよね。今回は基礎的な画力はすごく高いんだけど、書いている内容、そしてレイアウトによっては何の絵なのかいまいち伝わりづらくなってしまう、そういうイラストをどうやったら内容が伝わる絵になるのかについて添削してきました。作者さんは祭りを表すために輪投げをピックアップして描きましたが、祭り全体を象徴させるためには輪投げだけだとちょっと不十分。もうね、思いつくもの全部に挑戦させていって、てんやわんやにしちゃった方が、祭りの運営でてんてこまいになっちゃった人なんだなってね、祭りそのものを象徴できるようなキャラクターにすることができると思います。はい。そしてもう一点、背景を彼がデザインしたポスターとして仕上げてしまうこともポイントでしたね。今回は絵そのものというよりかは、レイアウトやデザインの問題も含まれていたので、ちょっとね、新鮮だったかもしれませんが、絵ってですね、こういうちょっとした工夫の積み重ねが最終的な見栄えをぐぐっと上げてしまう効果があったりするんですよ。こちらの動画、
チート技、絵が上手くなりたいならここを意識してくださいは、そんな効果の高い見栄えアップの工夫を7つ、一気に解説した動画です。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後に、あのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。